今回の産業まとめ。火花が散った日中外相電話会談。米国追称を強く批判。日中関係のこれ以上の悪化はない。4月5日の日中外相電話会談は中国の要請で行われましたが、日中の対立を鮮明にする結果に終わりました。これは先日の日米2+2協議共同文書での中国への痛烈な批判と、日米首脳会談に対する牽制で行われたものと分析されています。さらに先日行われた中韓外相会談の結果を受けて、日中間での連携強化を狙えればという目論見もあったかと思われます。中国側からすれば非常に残念な結果、衝撃的な結果となってしまいました。茂木外相は香港や新疆ウイグルの人権状況、中国の海警法施行や尖閣諸島周辺の領海侵入に対して深刻な懸念を伝えました。中国側はこれまで通りの姿勢を示し、日本に対しては手を伸ばしすぎないようにと警告しています。また、米国に従属しすぎていて、日和見主義的だと強く非難しました。一方でミャンマー情勢や北朝鮮の非核化、経済連携、コロナ対策については引き続き協力体制をとっていくという認識を共有したようです。環球時報は米国の影響による日中関係の悪化を懸念する一方で、その悪化には限界があり、見通しは悪くないと予測しています。日本はまだ EU のように中国に対して制裁を発動しているわけではなく、これ以上踏み込んでは来ないだろうと考えているようです。編集所感。今回の概要。想定範囲内の日本の反発。環球時報編集長の動画。中国とどう対峙すべきか。今回の日中外相電話会談の位置づけはいろいろ推測ができますし、方々でいろいろな見解が出ているかと思います。中国としては日米の結束や日本の主体性、全体の流れにどう乗るかという点を確認したかったのでしょうね。想定範囲内の悪い方だったというところでしょうか。まあ、日米首脳会談もあるし、こんなところかなと予想はしていたでしょう。なので日本の強烈な姿勢に驚きはあったとは思いますが、ひっくり返るほどではなかったでしょうね。韓国があれくらい強烈だったら王毅外相も椅子から転げ落ちていたかもしれませんが、逆に韓国も想定内の従順さ。米国側からすれば、韓国の立場を理解しつつも、米国自体の影響力はこんなものかと心配になっていることでしょうね。同盟関係優先がいきなり脆さを露呈していますからね。でもこれはトランプのせいというよりも、韓国の積極的かつ主体的な従属姿勢のせいかと思います。そういえば中国共産党に率先的な忖度をする犬メディア、環球時報の編集長がグローバルタイムズのサイト上で動画に出演していました。これは今回の日中外相電話会談での日本の態度について述べたものですが、中共が好きそうな内容でしたね。大将、さすがだよ。王毅外相なり環球時報なりの指摘は一部頷けるところはあります。日本の外交は米国の強い影響を受けていることは確かです。その線引きが非常に難しい。日本が主体性を持って決めているのか米国の圧力を受けて決めているのか分かりにくい部分が多くあります。中国側は日本の中国に対する厳しい姿勢は全て米中関係の一部分であると見ています。要するに日本が主体性を持って決断したのではなく、米国の意向に全て沿ったに過ぎないとしているのです。確かにそういう部分もありますが、もちろん 100% ではない。日本の政権与党内にも親中派がいて、中国への厳しい姿勢に反対している。その上で日本政府は最終的に中国への厳しい姿勢を選択していると理解したいですね。そうでなければ幻滅ですけどね。どうあれ最終的に中国にどう対峙するかは日本が決めているわけですよ。それを韓国のようになれとか言うなっての。中国に従順なら素晴らしくて、批判的なら米国の属国とか、表現が極端でしょ。そういえば中国国内では受けるだろうけど。中国人ははっきりものを言う人たちなので、そういった人たちに対しては良いことも悪いこともはっきり言った方がいい。嫌なことを言われるのは腹が立つだろうけど、本心を隠されるよりマシだと中国人は思っていると思う。中国政府や愛国者は日本の強気な態度を良しとはしないけれども、実際の中国人たちは堂々とした態度を取る日本の方が好きだと思う。本当にここ最近、
中国に対する態度は日本と韓国で鮮明に分かれています。私は韓国のあの卑屈な態度を見ると、そこまでへりくだる必要があるのかなと思ってしまう。韓国にとっても国際的な人権問題は重要なはずで、無視すべきではないと思う。習近平の訪韓や禁韓令解除とそういった問題に触れることは、結局関連はあまりないと思う。人権問題に触れないことで従順な国だと中国の機嫌を取れるけれどもそれ以上のものではない。今回の曖昧な結果が物語っている。中国政府や中国メディアの反応を見て、親中派の人は、ほら言わんこっちゃない、なんて感じてるかもしれないがそれは間違いでしょう。親中派なら中国には詳しいはずでしょ。だったら中国との付き合い方くらいわかるよね。下手に出てばかりじゃダメなんでしょ。隣国同士、なあなあな仲良し関係の演出なんかいらない。火花を散らし合って、しのぎを削り合って、その上での関係が確立できればいいと思う。またなんか難しそうな話だね。今回は面白い話ないの？この前のサムゲタンみたいな。白雪さん向けのはないな。この環球時報の編集長、古釈神の話は面白かったけどね。見てないし、中国語？いや、流暢な英語だったよ。字幕もついてたし。見ないからね。見てもわかんないし。まあいいけど、気になったのは、韓国の方が日本より威厳がある。日本ほど強くないのにって言ったところかな。なんか韓国の人怒りそうだね。多分日本より強くないとか中国人に言われたくないと思う。でも実際そうなんでしょ？実際そうだけど。でも褒められてるね。威厳があるって。米国の言いなりではないという点で褒めてるんだよ。日本は米国の属国だとこの前に言ってるしね。でも韓国は中国の、だよね。私も思った。だから二択なんだよ。中国に媚びて中国の属国になるか、反発して米国の属国と言われるか。どっちも嫌だね。全くだよ。でも韓国も結局は韓国の意思でそういう選択をしたわけだからね。一応どちらも主体性はあると言っていいと思う。そうなんだ。でも中国が怖かったからじゃないの？怖かったから主体的にお怒りに触れないような行動をとったってわけ。それって主体性っていうのかな？脅しじゃない？中国は脅してはないから、積極的かつ自主的に選んだんだよ。日本もそういうこと？まあ、そういうことになるね。気に来ることもできるだろうけど。ゆるりんは動物何か飼ったことある？実家ではセキセイインコとかハムスターを飼ってたけど、私は世話してなかったかな。私はずっと犬か猫を飼うのが夢なんだ。私はあんまり興味ないかな。私の母は小さい頃、犬、猫、牛、馬を家で飼ってたんだよ。でも父が動物をあまり好きじゃないから一度も飼ったことないんだ。うちはきっと生活に余裕がなかったし、姉も私も興味なかったと思う。それで、私の姉は家を出てから自分で猫や鳥や亀とかいろいろ家の中で飼ってるんだよ。私も一人暮らししたら絶対動物飼うんだって思ってたけど、どうやら無理みたいなんだ。なんで無理なの？姉が旅行に行った時インコを預かったんだけど、一日で、もう無理。お姉ちゃん早く帰ってきて、ってなった。極端だね。そんなに。誰かが飼っているのを可愛がるのはいいけど、自分でお世話するのは癒される前にストレスになっちゃう。私もそれ。お外とか人の家で可愛い可愛いってやって、あとは解放されたい。それでね、この前いいのを見つけたんだよ。ラボットっていうロボットのペット。すごく可愛いんだよ。知ってる。一時期ずっと YouTube とかホームページとか見てたよね。でも金額が恐ろしく高くて、30万くらいだったかな？それに月2万円とか維持費かかるの。なんなのそれ？通信費とかそういうの？維持費、メンテナンス費とかソフトウェア利用料だね。利用料もかかるの？ 30 万払ってるのに。でも、餌代と思えば妥当な値段なのかもとも思ったり。電気代もかかってそれとは別にメーカーにお金払うの？なんだか納得いかないね。そうなんだよね。
だからそれだったら動物の森でいいのかなって。動物の森ならいろんな種類の動物がいるし、好きな時にお話できるし。うわ、結局そっちに持っていくんだ。でもお誕生日プレゼントはなくなるものしかあげないからね。コーヒーギフトでいい？去年と一緒だけど毎年嬉しいよ。やったー。